岡プラです。アネスと岩田さんから待ちに待った荷物が届きました。スパーマックスのフライヤー SR2 ですね。今回はこのエアブラシをレビューしながら HG イモータルジャスティスを全塗装していきたいと思います。これどんな商品かと言いますと、塗料交換が洗浄レスで行えるカートリッジ式のエアブラシなんですね。フライヤー SR2 という名前の通りこれ改良型なんですよね。私はね、初代フライヤー SR から気にはなっていたんですよ。特に最近パテ改造をすることが増えて、缶スプレーでサフチェックしていたんですけど、乾燥に時間がかかるのがちょっと不満だったんですよね。そういえばフライヤー SR にサフの専用ボトル作っておけば理想の使い方ができるじゃんと思ってようやく買う決心をした時にはもう終売していました。ここから新型が発売されるまで半年以上待ちに待ったフライヤー SR2 がようやく買えたので、今回はじっくりとレビューしていきましょう。ハンドピースの外観はこんな感じですね。変わったエアブラシの形状でかっこいいです。このエアブラシはシングルアクションとなっています。この辺りの仕様の違いも使い勝手にどう影響あるのか気になるところですね。さあ、まずはね、エアブラシの性能を確かめるためにも試し拭きをしてみましょう。とりあえず使い方として一番想定していたグレーサフを吹いてみます。形状も特殊でシングルアクションも初めてなので、最初は結構違和感がありましたが、特別難しい操作もないのでだんだん慣れてくると思います。口径も 0.4mm とやや広めなので、特に詰まる心配はなさそうですね。ちなみにこのサフ塗装は 0.3MPa で吹いています。本来なら使うことのないエア圧だと思いますが、このフライヤー SR2 の標準吹き付け圧力は 0.2 から 0.35MPa となっています。一般的なエアブラシよりも強いエア圧を必要とするので、今持っているコンプレッサーが対応しているかどうか事前に確認しておきましょう。はい、問題なく綺麗にベタ塗りできましたね。次は細拭きを試してみましょう。細拭きを行うにはノズルの回転具合を少なく調整する必要があります。これが通常のエアブラシでいうところのニードルを絞る行為になりますね。エアブラシの性格的に細拭きは苦手でしょうが、性能チェックのためにもやってみましょう。まあでも 0.4mm にして思ったよりも細く拭けますね。これくらい細拭きできるならグラデーション塗装もやれなくはないと思います。光沢塗装も試してみましょう。吹き出す粒子の大きさもエアブラシによって違ったりするので、その確認ですね。まずは軽く砂吹きして垂れにくくします。乾燥するのを待って近距離で一気に垂れる直前まで塗っていきましょう。はい、ツヤツヤになりましたね。こちらが乾燥したテストピースです。問題なく光沢塗装ができていますが、この柄のあたりの付着した粒子を見ると少し粒が大きい気がしますね。フライヤー SR2 で吹く場合は希釈率をもう少し薄くした方がより滑らかに塗装できるかもしれません。エアブラシの性能がだいたい分かったところで、今回製作するキットを開封していきましょう。今回は HG イモータルジャスティスをフライヤー SR2 を使って全塗装していきたいと思います。パチパチとパーツを切り出してサクッと仮組み完成です。いやーかっこいいですね。HG のライジングフリーダムも作りましたが、個人的にはイモジャの形状がどちらかというと好みですね。今回はこのイモジャの形状を生かすために各部シャープ化して仕上げようと思いますが、あくまでフライヤー SR2 の性能テストが目的なので、その他の特殊な改造は行わない予定です。ここでフライヤー SR に関する便利アイテムをいくつか紹介しておきたいと思います。ダイソーで買ってきたワンタッチ式スリムボトルという商品ですね。当然公式の商品ではないのであくまで自己責任になりますが、100均ボトルの材質は本体がポリエチレンでキャップがポリプロピレンなので、どちらも溶剤に溶けない材質でできていますね。ノズルを取り付けてみましたが、しっかりとフィットしましたね。ボトル容量も 15mm から 20mm に若干アップします。本体に取り付けても特に問題はなさそうですね。ガラス製と違って割れる心配がないのは気持ちとしては楽です。試しにツールクリーナーを入れてみましたが、振っても漏れてくるようなこともないですね。
私が2週間ほど使ってみている感じでは今のところトラブルは発生していません。これが使えるのであれば、ノズルボトル2本入り4180円から、ノズルのみ2本3080円と少し安くボトルを買い増せるようになります。何度も言いますけど、公式の商品ではないので、導入の判断は自己責任でお願いします。あとはドロッパーボトルとの併用ですね。フライヤー SR はこのドロッパーボトルとの併用が非常に便利です。もともとサフとかクリアの使用頻度が高い塗料をその都度希釈するのがめんどくさくなって買ったアイテムですね。中身がなくなった時に毎回塗料を希釈するのはせっかく塗料交換が素早くできるメリットを弱めてしまいますよね。そこでこういったボトルによく使う塗料をたっぷりと常備しておけば、ノズルボトルの塗料がなくなってもドロッパーボトルから継ぎ足すだけで塗装を再開できます。この注ぎ口の形状が細いのですっぽりとノズルボトルに収まるんですよね。これによってこぼすことなく塗料を注ぐことができるのもおすすめする理由の一つです。これも概要欄にリンクを貼っておくので検討してみてください。それではイモジャーを塗装に向けて下準備していきましょう。既存モルドや段差をいくつか筋彫りしておきました。続いて各部のシャープ化ですね。トゲトゲしてかっこいいので、よりシャープにして鋭さを強調したいと思います。ポイントは結構多いですね。アンテナ部分や肩アーマー、フロントスカートやつま先あたりは目立つので、シャープ化しておくと効果も高そうです。シャープ化したい箇所は一度ニッパーで短くして接着面積を増やした状態で切り出したランナーを接着します。こうしないとやすっている間に取れることがありますからね。接着が乾燥したらやすって鋭く形を整えて完了です。あとは全体のゲートアート400、600、800でやすったくらいですね。それでは実際にパーツを塗装していきましょう。まずはヤスリ傷を埋めるためにもサーフェイサーを吹いていきます。使っている塗料はガイアノーツの黒サフですね。この塗料はよく使うのでドロッパーボトルに希釈済みのものがあります。それをノズルボトルに注いで塗装していきたいと思います。やっぱりドロッパーボトルは注ぎ口が細いのでこぼすことなく注げますね。ノズルのボトルをフライヤー SR2 にセット。ノズルの開き具合を調整して塗装していきます。まだ慣れていないのでノズルの開き具合がつかめていませんが、シングルアクションでも問題なく使えそうですね。塗料が垂れてくることもないですし、小刻みにトリガーを操作しても思った以上にレスポンスよく反応してくれます。黒サフの塗装が終わったので一度ボトルを外してみましょう。ノズルの方はほとんど塗料がついてませんね。このまましまっても問題ないくらいです。エアブラシの方もエアノズルが少し汚れてるくらいです。綿棒にツールクリーナーをつけてこすってあげると簡単に汚れが落ちましたね。この先端の形状も掃除しやすいように改良されたみたいです。あとは内側のノズルの通り道も少し汚れていたので綿棒で拭いておきました。まあそんなに汚れてはないですね。なんと作業後の掃除はこれだけです。綿棒1本で終わってしまいました。不安になるくらいあっという間ですね。実際何度かフライヤー SR2 を使った後、あれ俺なんかやろうとしてなかったっけって2回ほどなりましたね。それくらい今までのエアブラシとは洗浄に必要な時間が違いますね。これはもはや革命ですね。しかし塗料の消費は口径が大きい分増えたように感じますね。黒サフを拭き終わっただけでこれだけ塗装ブースが真っ黒になるのは今までなかったので、まだちょっとノズルの開き具合をつかめていないというのもあると思いますが、それでも塗料の消費量は明らかに増えてますね。続いてはメタリック塗料を塗装してみましょう。使った塗料はガイアノーツの EX シルバーですね。この塗料も金属の再現やキャンディー塗装とかで出番の多い塗料ですね。メタリック塗料も詰まることなく拭けますね。フライヤー SR2 を導入する前までは特に意識していませんでしたが、このメタリック塗料もできれば専用ボトルを用意した方がいいと思いましたね。理由としては時間がかかるエアブラシの洗浄から解放されるからです。試しに通常のエアブラシでメタリック塗料を吹いて洗浄を改めてやってみましたけど、とにかくこの細かいメタリック粒子がしつこいんですよね。使ったことある人はわかると思いますけど、もう何回やってもメタリック粒子がふよふよと浮かんできますよね。
5回目の洗浄でもこれだけ浮かんできます。シルバー吹いた後はこのうがい作業をね、もう延々とやることになりますよね。これが他の塗料に混ざると作品が台無しになりますから、結構ね、プラモ作られてる方はメタリック専用のエアブラシを用意したりしますよね。それがフライヤー SR であれば専用ボトルだけで解決するどころか、長いうがい洗浄からも解放されるとなると、恩恵受けられる人はね、結構多いんじゃないでしょうか。白パーツに関してはフライヤー SR2 を使って細吹きのグラデーション塗装をやってみたいと思います。エアブラシの口径も 0.4mm なので細吹きに向いてないのは分かっていますが、今後の参考として挑戦しておきましょう。なるべくノズルを閉じた状態で少しずつトリガーを引いて塗装していきます。エアブラシの形状的にも塗装箇所が狙いにくいですが、意外にもガンプラ 1G くらいのパーツであればある程度はグラデーション塗装もできそうですね。もっとドサッと塗料が出てしまうのかなと思っていましたが、実用に足る細吹き性能です。細吹きを決まった塗料で定期的に行う方もいるでしょうから、これは嬉しい誤算ですね。細吹き性能を比較するためにメインの赤パーツに関しては、私がいつも使っているクレオスの PS289 のハンドピースで塗装しました。当然なんでしょうけど、コントロールのしやすさとか狙いやすさはさすがにクレオスのエアブラシに軍配が上がります。塗装結果を比較してみるとこんな感じですね。赤がクレオスで細吹きしたパーツ、白がフライヤー SR2 で細吹きしたものですね。アップで見比べるとやはりフライヤー SR2 の方がグラデーションがやや粗く塗料の粒子が大きいように見えますね。この辺りは希釈率を少し薄くするとかハンドピースに対する慣れで改善できるようにも思います。シングルアクションとダブルアクションでの使い勝手は思った以上に違いがありましたね。ダブルアクションだと塗装前にエアーだけ出してホコリ吹き飛ばすといった使い方ができるんですが、シングルアクションは塗料が出てしまうのでそれができないんですよね。あとは奥まった部分を塗装するとき、フライヤー SR2 だと一度塗装を止めてノズルの開き具合を調整する必要があります。そのあたりの使い勝手の違いは感じましたね。とはいえフライヤー SR2 で思った以上に細吹きもできたというのは大きな収穫かもしれませんね。フライヤー SR2 の使い勝手を向上させるためにもボトルに目印をつけることをお勧めします。というのもノズルの開き具合ってパッと見じゃわからないんですよね。今ノズルがどれくらい開いた状態なのかを可視化するためにノズル部分に金属にもかけるペンで印をつけておきました。使ってみた感じ1周以上回して使うことはそうそうなさそうでした。ノズルが閉じているかどうか見た目で判断できるようにしておくだけでもだいぶ使い勝手が良くなると思います。さあイモジャを仕上げていきましょう。塗装工程が一通り完了したので墨入れからの拭き取り、デカール張りを終えて乾燥させました。最後に艶消しトップコートをして完了となります。今回はある程度組み上げた状態でトップコートを吹いたので 0.4mm の口径は非常に使いやすかったですね。トップコートなんかも専用ボトルがあると便利になると思います。ということで HG イモータルジャスティス完成となります。正直エアブラシの洗浄から解放されるこのフライヤー SR2 は革命ですね。エアブラシの洗浄がなくなるだけでこれほど塗装作業のハードルが下がるとは思いませんでした。なんで俺は初代から使っていないんだと思う一方で、改良後から変えた方がお得感はあるような気もしています。ちなみにノズルボトルは初代も2も同じものが使えるとのことです。フライヤー SR2 は使い込むほど必要な専用ボトルも洗練されて、どんどん便利になっていくと思います。今回はフライヤー SR2 の性能テストが目的だったので、ほとんどの塗装をフライヤー SR2 で行いましたが、ベストな使い方は通常のハンドピースとシーンによって使い分けることだと思います。よく使う塗料は専用ボトルを作ってフライヤー SR2。その他の塗料はその都度希釈して通常のハンドピースで拭く。といった使い方がボトルを無駄に買うこともなくなるので一番いいと思います。現状フライヤー SR2 は品切れですが、アネスト岩田さんの公式オンラインショップで在庫復活を知らせてくれる機能があります。まだ購入できてない方は通知をオンにしておきましょう。
気になる点もいくつかありますが、それをはるかに上回るメリットを感じることができるアイテムでした。正直フライヤー SR2 は今後の模型活動で手放せないアイテムになると思います。それではまた次回お会いしましょう。岡プラでした。